はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は赤軸とは何なのか、赤軸の魅力や特徴、そして自分に合ったキースイッチの探し方など、赤軸に関して徹底解説していきたいと思います。はい、今日はですね、赤軸について解説していくわけですけども、皆さんもこんな感じで赤軸っていう言葉だったり写真は見たことあるかなと思います。で、赤軸っていうのはですね、まずはリニアスイッチのことなんですけれども、そもそもなんで赤軸っていうのっていう話から始めていってですね、赤軸の魅力だったり、自分に合った赤軸、リニアスイッチの探し方、ルブの仕方、そしておすすめの赤軸、リニアスイッチの紹介などをですね、していければと思いますので、ぜひ今日はですね、赤軸に関して徹底解説していきますから、最後までぜひご覧になっていただいて、赤軸マスターとなっていただければなと思います。ちなみにてんぱぱ TV ではこんな感じでですね、赤軸、リニアスイッチを含めたキースイッチの紹介をですね、定期的に行っています。見逃したってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、最新情報をチェックいただければなと思います。それでは早速本編スタートしていきます。はい、まずはですね、赤軸とはというところなんですけれども、先ほどこんな感じで写真に載せたように、赤軸っていうと、このチェリー社のですね、赤のリニアスイッチのことをですね、思い浮かぶ方も多いかなと思います。はい、なので赤軸というのはリニアスイッチのことと思っていただければなと思います。で、もちろんチェリー社のこの赤軸のスイッチのことを指すこともあると思うんですけど、一般的に赤軸という話をしたときには、このリニアスイッチのことを喋っているというふうに思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、リニアっていうのは英語になるんですけども、直線のことですね。ウィーンっていう直線のことでして、こんな感じでですね、フォースカーブと言われる、スイッチがどのように反応するかというのをですね、グラフに表したもので、見ていただいて分かるように、ここが直線になっているのが分かるかなと思います。これがリニアスイッチの特徴というところになっています。ちなみに、他のタクタイルスイッチだったり、クリッキースイッチになったりすると、こんな感じの、波が現れてくるのが分かりますよね。これがですね、カチッっていうスイッチを押した時の感覚につながるわけなんですけども、これがそのリニアスイッチじゃないので、ある意味タクタイルだったり、クリッキーだったりっていうスイッチの特徴という感じです。で、皆さんが持ってるノートパソコンとかについてるキーボードと同じですね、スッと押せるような打鍵感になってますので、その点が非常にリニアスイッチですね、直線的なスイッチというところになってます。じゃあところでなんで赤軸って呼ぶのっていうところなんですけども、これは先ほど見ていただいた写真のように、チェリー社のリニアスイッチの色がですね、赤だからということで赤軸というふうに呼ばれています。で、もともとこのメカニカルスイッチ自体ですね、このチェリー社の独占販売だったんですけども、特許みたいなのが切れてからですね、チェリー社以外のいろんな会社からキースイッチ出てきたので、ここに並んでだけでも9種類ぐらいキースイッチ、リニアのキースイッチありますけれども、そこからいろんなキースイッチがですね、いろんな会社から出てきているようになってますので、そこから赤の軸ですね、ステムのところが赤じゃなくて、ここは黄色だったり、ピンクだったり、紫だったり、こちらもザ・ピンクですし、こちらちょっと透明ですけども、いろんなステムのところの色が出てきているわけですが、最初はここの部分が赤だったということで赤軸というふうに言われています。とはいえ、大体赤軸というと先ほども言ったんですけども、リニアスイッチのことを指すというふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、それでですね、赤軸、リニアスイッチの魅力というものをですね、お伝えできればと思います。で、ここでは3点お伝えできればなと思ってまして、まず1点目なんですけども、まずは打ちやすいというところですね、確実に言えるなと思ってます。どのリニアスイッチ触ってもそうなんですけども、スッと入っていくようなスイッチになってますので、ある意味で万人受けするような構造をしているという感じです。タクタイルスイッチのように少しカチッとする音、もっとクリッキーで言えばカチカチカチって音ですね、がするものとは違っていて、非常にそういう意味で打ちやすいので、誰でもですね、使いやすいというところがあります。続いて2点目なんですけども、ノートパソコンとか、一般的なキーボードを使っている方から、こういうメカニカルキーボードに乗り換えたいなという時に引っ越しがしやすいというところはあるかなと思ってます。1つ目の打ちやすいってところにも似てるんですけれども、先ほど言ったようにノートパソコンだったり、家電量販店とかで売ってる格安のキーボードのほとんどは、リニアスイッチ、スーッと入っていくようなですね、このキースイッチと似てるんですね。構造はもちろん違うんですけれども、とはいえ、何もタクタイルのような、クリッキーのような波がある、山があるような打鍵感ではないので、そういう意味でもそこに似てます。なのでそういう意味で引っ越しがしやすいというところが、この赤軸リニアスイッチの魅力の2つ目だなというふうに思ってます。続いて3つ目なんですけども、種類が一番豊富というところは言えるかなと思ってまして、今回ここに私が用意しただけでも9種類、あるわけですけれども、本当にですね、これがタクタイルとかクリッキーになってくると、この種類が一気にガクンと減ってきます。一番種類が多いのがリニアで、次がタクタイルで、最後はクリッキーっていう順番になるかなと思うんですが、いずれにしてもリニアスイッチというのは万人受けするということもあるので、種類が一番豊富で選べますから、皆さんがですね、メカニカルキーボードをやりたい、
っていった時のリニアスイッチの選択肢というのが非常にあるという感じです。もちろんその結果迷うというところもあるんですけれども、とはいえ選択肢が多いということはいいことかなと思いますので、この赤軸リニアスイッチはですね、選択肢が多くて自分の好みに合わせやすいんだというところはですね、特徴の3つ目としてお伝えできればなと思っています。ちなみにこの動画の後半戦でおすすめのリニアスイッチ紹介しますので、そこでですね、自分に合ったキースイッチ探してもらえればなと思いますし、リニアスイッチ自体はだいたい2週間に1回ぐらい、もしくは3週間に1回ぐらいはですね、新しいキースイッチが世界のどこかで販売されているような、そんな感覚を私は持ってますので、そういう意味でも本当に新商品がどんどん出てくるというところがこのリニアスイッチの特徴かなと思います。はい、それではたくさんあるリニアスイッチ赤軸の中からどうやって自分の好みを探すのかという点をですね、ここでは4つ基準をですねお伝えできればと思ってます。まず1点目なんですけども、まず重さというところはあるかなと思ってます。まず基本的にキースイッチのスペックみたいなところを見ていただくと、こんな感じでですね、重さが書いてあることが多いです。で、ここの重さのグラム数が重ければ重いほど、基本的には押すのに力が必要だと思ってもらえればなと思ってます。例えばこの並んでいるキースイッチだったとしても、例えばこれとかだと 70g ぐらい必要なキースイッチになってくるんですけども、逆にこの辺は確か40とか50とか、それぐらいで押せるような感覚になるので、20g とか 30g ってグラム数で考えるとめちゃくちゃ軽そうに見えるんですが、実際の指の重さとして、測ってみるとですね、かなり重たいと感じてしまって、それがずっと長時間のタイピングになると手が疲れてしまうという形もありますので、そういう意味でもキースイッチの重さというのは非常に大事だなと思ってください。で、日本人にはというところなんですけども、やっぱりちょっと日本人細めでも、私もですけど細めではあるので、まず最初にという意味では40から 50g ぐらいの、キースイッチをですね購入していただくといいんじゃないかなと思ってます。で、私の場合にはなんですけども、キーボードの場所によって重さを変えているようなこともしてます。例えば私のこのキーボードだったりすると、このアルファベットが書いてある部分は少し重めですね。60g とか、50から 60g のキースイッチを置いているような形なんですけども、この小指の部分とか、ちょっと親指のこの当たる部分、このですね、親指のこの何ですかね、腹の部分が当たる部分っていうのは重いスイッチを押しちゃうと結構痛かったりするので、この端っこの部分に関しては結構軽めの、それこそ 40g 以下ぐらいのスイッチを私は配置してます。こんな形で場所によってキースイッチの重さを変えるというのもですね、ありだというふうに私は考えてますので、そういう形で重さをうまく調整するというのもありかなと思います。いずれにしてもこの重さというところがですね、どれくらい快適にタイピングできるかというところが関わってきますので、ぜひちょっと重さの部分は考えてもらえればなと思いますし、もし予算があるようであれば 40g 以下、50から 60g、そして 60g 以上という形で3種類購入していただいて、自分の好みを打ち比べてみるという風にするといいんじゃないかなと思います。はい、続いて探し方の基準の2つ目というところなんですけども、スプリングの長さというところは言えるかなと思ってます。基本的にスプリングですね、長いものから短いものまであるんですけども、だいたい短めだと 13mm とか 14mm、そして中くらいが17、18、19ぐらい、そして長くなってくると 20mm 以上という形の長さになってくるんですけれども、長ければ長いほどクッション性があると思っていただいて、逆に短ければ短いほど反発力があるという風に考えてもらえるといいかなと思います。なのでサクサク打ちたいという方には短め、逆に気持ちよく長くですねクッション性持って打ちたい方には長めということでお勧めしています。で、大体長いっていうのは先ほど言ったように 20mm 以上、そして短いが13mm とかそれぐらいの前後という形になりますので、その辺はもう本当に好みかなと思ってます。このカイロのノベルティクリームとかになってくると比較的短め、14とかそれぐらいだったと思いますが、こちらのマカロンっていうキースイッチになってくると今度これが 22mm ぐらいになってくるので、やはり全然そのスプリングの長い短いによっても同じ重さだったとしても全然重さが変わってきますので、そういう部分においてもですねスプリングの長さ非常に大事になってきます。ちなみに私の好みは 20mm 以上のクッション性があるものを基本的には好んで使ってます。そっちの方がやっぱりタイピングしてて疲れないですし、重さをですね非常に感じず軽く打てるというところがありますので、そういう意味でも私は 20mm 以上好んでやってるという感じです。はい、続いて選ぶ基準の3つ目なんですけれども、素材という点は非常に大事かなと思ってます。で、実はですね私自身もこの部分あまりちゃんと理解できているわけではないですが、ただこの素材何に使われているかによって打鍵音打鍵感に影響があるのは間違いないと思ってください。例えばこのカイロのノベルティクリームとかだとポムという素材が全てに使われてるっていうようなものもあれば、そうじゃなくて例えばこれだったりすると上はポリカーボネート、
下はナイロン、そしてステムはポムという形でいくつかの素材を組み合わせて作られているキースイッチもあったりします。でこのキースイッチのこの素材によって打鍵オンだったり打鍵感っていうのがやはり変わってきますので、その点は自分自身で調べていくなり、もしくはその私のキースイッチのレビュー動画でもいいんですけれども、この動画を見ていただいてこの素材だったらこういう音がするんだな、こういう感触になるんだなっていうのをですね、見ていただきながら調べていくといいんじゃないかなと思います。でちなみに僕の場合はこんな感じで、スプレッドシートで好みのキースイッチをですね管理していて、できるだけ好みのスイッチに今後購入する際には近づけるようにしています。で一見面倒そうに見えるんですけども、この素材をいろんなものを試して、いろんな打鍵感打鍵音に出会って自分の最高だぜって思うようなですねキースイッチに出会うことがある意味自作キーボードの楽しみでもあったりするので、ぜひ面倒くさがらずやってもらえればと思いますし、もし気になるようであれば聞いていただければ、なんか答えられる部分は答えられればと思いますし、私のキースイッチのレビューとか見ていただけると、この素材感だとこんな感じなんだなというところは見て取れるんじゃないかなと思います。続いて選ぶ基準の4つ目なんですけれども、プリトラベルとトータルトラベルというところはご覧になっていただくといいんじゃないかなと思ってます。キースイッチが入力を感知するまでがプリトラベル、そして最後まで押し切るまでをトータルトラベルというふうに呼んでいます。でプリトラベルは短いスイッチであればあるほどスピードスイッチと呼ばれていて、こちらにあるようなですねカイルのスピードシルバーだったり、こちらのですねデュロックのスプラッシュブラザーズとかってなってくると、プリトラベルがかなり短いです。カイルのスピードシルバーは 1.1 ミリ、デュロックのスプラッシュブラザーズはなんと1ミリという形で、このプリトラベルが短いスイッチになってますので、短いということは最後まで押さなくても反応されますので、ゲームとかのコンマ秒を競う人には好まれるかなという感じです。ただこのプリトラベルですね、記載がないキースイッチも結構多いので、平均はだいたい2ミリぐらいと思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますが、とはいえそのスピードキースイッチと言われるようなプリトラベルを売りにしているキースイッチに関してはこんな感じで、プリトラベル記載されることが多いので、そこはご覧になっていただいて購入するといいんじゃないかなと思います。ちなみにトータルトラベルの方に関してはだいたい4ミリぐらいがですね一般的になってまして、あとは多くのスイッチがこの 3.5 から4ミリぐらいの間に収まっているという感じです。このぶっちゃけ 3.5 と4ミリのこの 0.5 の差をですね、そんなに私はですけども個人的には感じてないので、可能な限り短いストローク、つまり底打ちですね、下まで押すのがトータルトラベルになるわけですけども、ここまで押さなくても短いこの押し感でやりたいという人は短いトータルトラベルのものを選ばれた方がいいかなと思いますが、私は正直そんなにですねこのトータルトラベルの違いがめちゃくちゃ打鍵音打鍵感に響いてくるかというとそうでもないかなと思ってますので、私自身はそんなに気にしてないという感じです。続いてルブとは何かというところをお伝えできればと思うんですけども、キースイッチですね、調べているとルブっていう言葉、聞いた方もいるかなと思います。でルブっていうのは、キースイッチにですね、このようなグリスとかこのようなオイルをですね塗ることをルブというふうに言ってます。でルブに関してはこんな感じですね、ルブの仕方だったりルブのすべき場所に関しては以前の動画でアップロードしてますので、そちらをぜひご覧になっていただければと思いますけれども、ルブをすることでスイッチをですねスムーズに変化させることができます。で具体的に言うと、こんな感じですね、キースイッチオープナーというものがありますので、このキースイッチのオープナーを使って、例えばこのカイルの伸びきりクリームであれば、これをグッと押してですね、分解して、この中のところのスプリングだったり、この端っこのところだったりに、ルブ、さっき言ったグリスだったりオイルを塗っていくというようなことをしていきます。で実際にこのルブするとどんなに変わるのかっていうところなんですけれども、ルブしたことによってこのスイッチのカセロンだったりシャカンシャカンっていうですねスプリングの音を消すことができるんですが、例えばこのノベルキークリームなんですけども、ルブする前はこんな感じの音だったんですけれども、ルブするとこんな感じの音になって、音がですね和らいだというか落ち着いたような変化を感じられたんじゃないかなと思います。こんな感じでやっぱりルブをですねしておかないと、この打鍵音打鍵感のところに不快感を持ってしまう方も多いので、ルブっていうのをする方がいるという感じです。ただ最近のキースイッチですね、結構ファクトリールブという形で工場でルブしてくれているものが多かったりするので、そうすると自分でルブをする必要がないことが多いです。例えばこのマカロンのスイッチとか
もそうですし、この Vertex V1 っていうキースイッチもそうです。あとはバナナスプリットっていうキースイッチもそうですし、このロンドンフォグっていうスイッチもそうなんですけども、最近は本当にですね、このファクトリールーブが多くなってきてますので、自分で追加でルーブをする、オイルブって言ったりしますけれども、追加でルーブする必要がないことが多いので、その点はですね、そういうものをファクトリールーブがイエスと書かれているものを買っていただければ自分でルーブする必要はないんですが、ただファクトリールーブでは足りないという方もいらっしゃったりするので、その場合は自分でルーブするという風な感じがいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、おすすめのキースイッチということで、赤軸リニアスイッチの特徴だったり、これまでずっと学んできたわけですけども、じゃあ実際どれがいいのっていうところですね、思う方いらっしゃると思いますので、結局どれがいいのかというところで、今回はですね、年間100個以上キースイッチ私自身は試してますので、その中から4つのですね、赤軸リニアスイッチをご紹介していきたいと思います。ちなみにこれから紹介するキースイッチ全てがファクトリールブされているものですので、自分でルブする必要がないぐらいしっかりルブがされているものになりますから、初心者の方もご安心いただいてご購入いただければなと思います。はい、それではまずは1つ目なんですけども、ぬるぬる感が味わえるアクアキングというキースイッチ、こちらになりますが、をご紹介したいと思います。こちらですね、リニアスイッチなんですけども、私は初めて使った時にもう衝撃を受けるぐらいぬるっと入っていくようなキースイッチです。リニアスイッチなのでもちろんスーッと入ってくるんですけども、これはぬるっていう感覚が本当に正しいと思ってます。このアクアキングというキースイッチですね、今でも本当にその時の衝撃を覚えてますが、これなかなかですね、音は静かなスイッチなんです。ただこれは打鍵感になってみないとちょっとわからないので、ちょっと動画ですね、この後キースイッチを押してる動画をお見せしますけれども、なかなか伝わらないんですが、もし機会あればぜひ購入いただくか、店頭とかでですね、試せることがあればぜひ試していただきたい、ぬるぬる感のあるアクアキングというキースイッチです。はい、それではですね、早速なのでキーボードに載せた音を聞いてみてください。ちなみにですね、このアクアキングのレビューに関しては、はい、こちらの動画でレビューしてますので、もし興味ある方はご覧になってみてください。それでは音どうぞ聞いてみてください。はい、続いてはですね、とてもスムーズにもかかわらず非常に安く購入できる完成度の高い Vertex V1 のご紹介です。こちらのキースイッチですね、1個あたり45円前後という非常に安く購入できるキースイッチにもかかわらず、めちゃくちゃ質が高いキースイッチになってます。で、はい、私はですね、見ていただいて分かるように結構コンパクトなキーボードを利用してるんですね。なのでキースイッチの数もだいたい40個とか、それくらいあればだいたい足りるんですけれども、ただ非常に多い普通のキーボードだと、70個とか100個とか、それぐらい必要になることが多いと思います。そんな時でも Vertex V1 であれば、例えば100個購入したってたった4500円ですからね、非常にコスパがいいというふうに言えるんじゃないかなと思います。ちなみに Vertex V1 はですね、こちらの動画でご紹介してますので、もし気になる方ぜひチェックいただければと思います。そしたらこの Vertex V1 キーボードに載せた音聞いてみてください。はい、続いて3つ目なんですけども、パチパチっとしたですね、クラックな音が楽しいマカロンスイッチ、HMX のマカロンスイッチが次はおすすめです。で、このですね、パチパチって音を、聞いたことがなかったんですけども、この本当にマカロンスイッチはクラック、英語ではクラックって言いますが、パチパチって音がですね、キースイッチがするキースイッチですね、になってます。で、また 22mm ってめちゃくちゃ長いスプリングでなのでクッション性があって疲れずにタイピングできるというところが特徴になってます。で、クラックな音がするっていうのをですね、いろんなキースイッチ試したんですけども、結局このマカロンスイッチに戻ってきて、今でもずーっと使ってるようなキースイッチになってますので、ちなみにこのマカロンスイッチに関しては、はい、こちらの動画で紹介してますので、もしよかったら、見ていただければと思いますが、キーボードの音載せた後は、はい、ぜひちょっと聞いてみてください。
、最後にということで4つ目なんですけれども、こちらのですね All Love から出ている London Fog というキースイッチが私はおすすめです。でこれコトコトっていうですねストックですねの音になりやすいキースイッチになってます。で多分前の3つのキースイッチよりもかなりマイナーなキースイッチかなと思います。アクアキングだったりバーテックス V1 だったりマカロンっていうのは、ある程度ちょっと名の知れたキースイッチなんですけども、この London Fog ってキースイッチはそこそこマイナーで、私も自分で調べて出てくるまでは知らなかったキースイッチになってます。ただコトコトっていうですねトークな音を追い求めたい方にはこれぜひおすすめですので、購入していただけるといいんじゃないかなとは思います。ただ、この後ご説明もしますが、コトコトっていうトークな音をですね、出そうとするにはキーボード全体での構成が重要になったりしますので、このキースイッチ買えば OK ってわけじゃないので、そこは注意いただければと思いますけども、とはいえこのロンドンフォグ非常におすすめなので、ぜひちょっと、キーボードに載せた音を聞いてみてください。ちなみにですね、レビュー動画は、こちらに載ってますので、こちらですね、もし気になる方はチェックしていただければと思います。それでは音を聞いてみてください。はい、4つ聞いていただいていかがだったでしょうか。なんか1つでもこれいいなと思っていただけるキースイッチあったら非常に私としては嬉しいなと思いますし、これ以外にもジニアのキースイッチですね、少なくともここに並んでいるキースイッチは全て基本的には以前に紹介してはいますので、こちらのですね再生リストの方からご覧になっていただいてチェックしてもらえると、より自分に合ったおすすめのキースイッチというかフェイバリットのキースイッチ探せるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてもらえればなと思います。はい、それでですね、おすすめのキースイッチをご紹介してきたわけですけれども、ここではですね、赤軸リニアスイッチを購入する際の注意点の一つをですね、お伝えできればと思います。何かというと、キースイッチ単体では理想の打鍵音、打鍵感にはならないよという点は、ぜひ押さえてもらえればなと思います。はい、それではですね、分かりやすい例として、まずはこちらをご覧になってみてください。はい、ご覧になっていただいたのはキーキャップを変えたことによる音の変化を実験した動画になります。で、見ていただいて分かるようにキーキャップしか違わないのにこんなにも打鍵音だったり打鍵感が違ってくるっていうのが分かるかなと思います。先ほどのキースイッチで、ロンドンフォグ、こちらご紹介しましたけれども、キースイッチ以外にもキーボード自体の設計でも音が変わってくるので、キースイッチだけでなんとかなるって思わない方がいいという点はぜひ注意していただければなと思います。実はですね、私自身も自作キーボードに始めた頃についてはですね、YouTube でキースイッチの動画を見て、お気に入りのキースイッチを購入すればあの音が手に入るんだぜって思ってたんですが、全く違いましたので、そこは、失敗談としても聞いてもらえればと思いますが、キースイッチも大事なんですが、ただ全てトータルコーディネートとして、打鍵音打鍵感っていうのは達成しなきゃいけないものになりますので、キースイッチだけでどうしようもなるってことじゃないという点はですね、覚えてもらえればなと思います。で、もし僕ので良ければ、どんな設計にしたのかは、お伝えできますので、お気軽にコメント欄から、ご質問いただければと思います。はい、まとめということで、今回赤軸リニアスイッチに関して特徴やおすすめのキースイッチ、そして購入する際の注意点など様々な角度から徹底解説をしてきました。はい、ここまで聞いていただいてキースイッチを選ぶのって楽しそうだなって思ってもらえると非常に嬉しいですし、赤軸リニアスイッチって良さそうだなって思ってもらえると非常に嬉しいです。理想の打鍵音打鍵感に向かっていろんなチャレンジができるのがこの自作キーボードの面白さであり楽しみだと私は思ってます。ぜひ皆さんもですね、自分に合った赤軸リニアスイッチですね、私だけでもこんな9種類10種類、もっと実は持ってる数分であればあるんですけども、見つけていただいて最高の、ご自身のですねキーボード体験をしてもらえればなと思いますし、何か私の方でお手伝いできることあればコメント欄からご質問いただければと思います。はい、それでは最後にということで、今回の動画役に立った、面白かったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もこんな感じでキースイッチだったりキーボードだったりっていうような周りの動画をですね
定期的にアップロードしていきたいなと思いますので、ぜひ見逃したという風にならないようにチャンネル登録していただいて最新情報をチェックいただければなと思います。また、こんな企画でまた動画作ってほしいということがあれば、コメント欄にてお寄せいただければですね、その声にお答えできるように頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さらにですね、過去に作ったキーボードの動画に関しては上のところに再生リストを載せておきますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。